はい、皆さんこんにちは。かんきちスタジオの北原かんきちです。今年もね、11月に入ってね、残りわずかとなりましたけどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はね、非常に秋晴れのいい天気なんですけどもね。さて、今日のテーマですけども、ですね、ちょっと大きなまた話になりますが、気候やね、武術、武道、あるいはね、知恵の悟りの世界であるね、こう東洋的なね、世界から見たですね、幸せの本質みたいなところをね、ちょっとね、お話ししていきたいかなと思っております。このチャンネルはね、武術や気候をメインとしてね、あるいは、仏教でいうとこの知恵の悟りのね、お話をメインテーマで言ってるんですけども、その、お話のね、詰まるところはですね、今日のテーマであるね、このね、幸せな、生き方の本質は何かっていうところをね、お伝えしているところなんですね。逆に言うと、気候とか武術、あるいはね、仏教でいうとこの知恵というのはですね、それを究極的には追い求めている。武術で言えばね、もちろん強さとか、生き抜く力とかね、護身とかね、そういったものがメインの技術になりますけども、そのね、突き抜けた部分では、人はどう生きるのか、ね、そしてどう生きるべきか、そして幸せとは何かみたいなですね、もうすぐ哲学的なね、領域にね、入っていくんですよね。だから武術の達人とか、古のね、お侍さんとかね、いろんな口伝の中にはですね、そういった極めて哲学的な話になってくる。もちろんね、気候も、健康養生とかね、あるいは、誰かをね、こう、気の力でね、パワーを上げるとかね、何らかの病気を治療するという技術もあるんですけども、本質的には人はどう生きるのか、どう生きると幸せなのか、どう生きるべきなのかみたいなね、ところをね、すごく追求しているところなんです。で、今日ちょっとね、そこのね、本質性をね、お話ししていきたいと思っているんですけども、くしくもね、ちょうど今の時期、この動画をね、作っている今日はですね、もう間もなく、アメリカ大統領選がね、始まってね、アメリカのまた新たな時代がどうなるかというね、差し迫ったね、時期にあります。また日本もね、つい先日ですけども、衆議院選がね、終わってですね、また政権もね、大きなね、変革があるのかなっていうね、そんな時期なんですよね。そういったね、政治とか社会のね、いろんな構造がね、大きく動いているんですけども、私は思うんですけどもね、結構ね、この現代社会っていうのは、みんなその、何らかの幸せになりたいということは当然多くの人がね、考えていながら、じゃあ幸せとは一体何なのかっていうそのですね、本質性の部分にね、あまり踏み込んでいないような気がするんですよね。例えば政治とかでも、例えば経済を良くするとかね、消費税とかね、あるいは法人税とかね、これをどうするとかね、教育の無償化とかですね、具体的な、政策みたいなものとか、今後の方針はね、もちろんいろんなことをね、考えてはいるんですけども、その果てにある、ね、本質的な幸せの生活に関してはですね、実はあまり語られないんですよね。っていうのはね、やっぱり難しいからだと思うんですね。幸せって一言で言うと、人によってそれぞれ違うんじゃないのとかね価値観によって違うんじゃないのとかね、国によっても、状況によっても違うんじゃないのってもちろんそういうふうに、一派一からげには言えないんですけども、でもやっぱりそういう部分が何らかの進むべき道がね、示されないとやっぱり政治とかこう社会をねどう向かっていくかっていうことも結局は何もできないんですよね。それをやってだから何みたいなことがある。ちょっとね、別の例を挙げてしまうと、よくね、組織とか会社とか、いろんなね、集団、団体があると思うんですよね。良かれと思って何かこう、仕組みを作ったり、ルールを作ったり、苦労して何か決まりを作ってやる。で、その結果、確かに何かが合理化されて、システム化されてね、うまくいくかもしれない。でもね、よく考えてみたときに、じゃあその結果が多くの社員の方とか、あるいはお客さんとかね、地域の方とかが本当にみんな幸せになったのかっていうふうに考えていくとですね、意外とね、そうじゃないパターンがね、往々にしてあるんですよね。確かにそのシステム、仕組みを作ったがゆえに何かは合理的にできたかもしれないんだけども、本当にこれみんながハッピーになったのみたいなね、ところはすごくある。別の例えを言うとですね、今デジタルデトックスって言葉があるんですか？ちょっとね、時々最近
聞く機会が多くなってですね、デトックスなんていうからね、なんか気候的な発想もあるので、ちょっと気になってたんですけども、デジタルデトックスってのはどうやらですね、こういうデジタル機器、スマホとかね、パソコンとかから離れて、ね、そういうものをちょっと、なんていうのかな、一回デトックスするみたいなね、発想みたいなんですけども、でもそもそもね、こういったコンピューターとか、スマホもそうですしね、AI もそうですけどもね、本来なんか合理、便利になる、何か人のためになると思ってね、作られてたものなんだけど、それをデトックスってどういうことだっていうね、つまりそれはある面では排除したいっていう人間の不思議な心理があるんですよね。っていうようにですね、実は表面的な何かいいと思ってこれをやれば良くなるんじゃないか、ね、あるいは幸せになるんじゃないかと思っていたことが実は意外とそうではなくて、あれ何だったんだろうっていうねそういった状況に追い込まれることってね、多分結構あると思うんですね。これをご覧になっている皆さんもね、意外とあるんじゃないのかななんてね、そんな風に思ってます。そうした時にね、例えば政治ね、もう今話題になってますね。いろいろ政治もそうなんですけども、表面的な、ね、政策をしたことで何かがうまくいくかもしれないけど、本質的に人が幸せになるかは全く別だということをですね、ちょっと考えていかなくてはいけないんですね。そんな中ですね、ちょっと学問の世界ではどうなってるかっていうところなんですけども、今はですね、盛んに言われるのはこの幸せ学みたいなね、学問体系がすごくですね、日本もそうなんですけども、世界中でですね、そういう学術の、分野がですね、どんどん出てきてるんですね。もちろん一昔前からそういうウェルビーイングとかね、幸せ学なんて言い方で、あったんですけども、それはすごく盛んに今なってるんですね。つまり、いろんな学問や科学や、思想哲学をね、研究はしたんだけども、果たして一向に人は幸せになってないんじゃないかと。どこに向かっていくんだっていうことが、学問の世界でも、問題視といいますかね、疑問になっていてですね、それがゆえに、そもそも幸せとは何なのかっていうね、学術領域が非常にね、盛んになってます。結構ね、欧米というかね、アメリカなんかもすごくね、盛んですよね。そんな風にですね、多くの現代社会ではですね、良かれと思って、本来幸せにつながると思ってやってきたことが、どうやらそこに行かないんじゃないかと。お金なんか端的かもしれませんよね。そのお金を稼いで、ある種の安定といいますかね、裕福な暮らしができれば幸せになるのかっていうふうにですね、思いがちなんですけども、じゃあそういう人たちの、今ネットでもいろいろ YouTube でも見れますけど、そういう人たちの発言を聞いてると、私はとても幸せに思えないんですよね。だからさらに焦ってるんじゃないかとか、さらにもっとお金を稼ぐためになんか苦労してるんじゃないか。あるいはその得たものが失う、やっぱり恐怖とか、まだまだ満足できないその不足感みたいなものにどうも苛まれているような気がしてですね、そこの先にじゃあもっともっとお金を稼いだらもう本当に心は安らぐような世界があるのかっていうねそうするとね、私はあんまりにわかにね、そっちの方向はですね、あまり、疑問をね、持ってしまう。私なんかもお金なんか全然持ってませんけどもね。はい。だけども、じゃあ本当にそんなにね、もうたくさん持ってて、じゃあ心の底から満たされてるかなと、あんまりそうは思えないってことですね。そうしたちょっとね、ちょっと前置きが仲良くなりましたけども、なかなかこのね、21世紀になってね、もうこれだけ時間が経ってもなかなかその幸せの本質に到達できないっていうのがですね、多分多くの人の、本音と言いますか、漠然としたもんなんじゃないかななんて思うんですよね。さあ、そうした時にですね、ちょっと最初のタイトルであるね、この東洋的なね、思想、あるいは気候や武術といったこの古のね、技術、英知はどう考えていたのかなっていうところをね、ちょっと今日はメインテーマでね、お話ししたいと思うんですよね。実はですね、気候や、仏教的なね、知恵の世界においては、多分今の、一般的に言われる幸せの概念、定義とは全く異なるものだというふうに私は理解してるんですね。よく聞くのが自分らしく生きるとかね、やっぱり人生一度っきりなんだから自分の好きなことをやって生きるとかね、
まあ自分のね好きなことをね、限られてんだからやっとかないと後悔するよとかね、そういう言い方がね多分今はすごく多いと思うんですよね。自己実現みたいな言い方で。そしてそれをやることがまああたかもそのなんていうのかな、正義と言いますかね、一番至上の命題のような感じで、今は学校教育でもね結構そういう言い方をしますよね。義務教育レベルでも、もう自分のやりたいことやりなさいね、自分の人生なんだから、一度っきりの人生なんだから自分のやりたいことやりなさいってね。実はね、気候の世界やまあこう仏教武術の世界から見るとですね、多分それは不幸への道なんじゃないかなっていうふうにですね、私は思ってるんですね。まあそう言い切っちゃうとね、まあ、言い切れないから、まあそういうふうには断定はしちゃいけないんですけどもね。ただですね、自分のために生きるって一見確かに大きな声で今叫ばれてますけど、どこか100% 信じきれない感覚って皆さんどうですかね？ありませんかね？本当にそうなのっていう。私は多分ね、自分のこの身体値からするとですね、そっち側で味わえる感覚っていうのは、もちろん一時的にはあるかもしれないんだけども、すごく一時的なものなんじゃないかなっていうふうにね、思ってるんですよね。何か自分のこうしたいこと、欲しいもの、ね、得たいものっていうのを得た瞬間はもちろんその達成感はあるかもしれませんけど、極めて瞬間的なもの。そしてね、まあそれはもう本当に、極端な話、数秒後にはですね、落ち着いてしまうっていうね、側面があるんですよね。であるがゆえに、またその次のね、何か欲しいもの、得たいもの、自分が実現したいものっていうものをまた見出して、そこに向かっていくっていうことになる。もちろんそれをね、幸せの一つの形といえば、それでまあ全然結構なんですけども、まあ、つまるとこそれは何かこう、何かをね、得た。まあ、その瞬間はこう充実感があるかもしれないんだけども、まあ、それが長くてもね、まあ、数日だったり、まあ、数週間だったり、また次のね、何かを見つけていくっていう。こういうね、考え方は、どこかで終わらないんですよね。終わらない。まあもちろん終わらないからこそ人生楽しいって言い方もあるかもしれないんだけども、まあかといって、じゃあまたそれが、一つのね、目標が終わったらまた次の何かに向かって、悩みとね、あるいは苦難に立ち向かうという構造になってくる。多分これがね、多くの現代式のね、幸せの発想であり、またここのね、この考えまでで行き詰まっちゃってるような気がするんですよね。行き詰まっちゃってる。だから多くの大富豪とかの言う、よくなんか名言みたいな感じで出てくるんだけども、私はあまり結構そこはね、ちょっと疑問視してるところがあってね。チャレンジングな気持ちとか、挑戦する気持ちはとても大切ですし、次の何かに向かっていくのはとても大事な話だと思うんですけども、こう、気候やね、仏教的なものの目指した幸せとは違うっていうことになるんですね。じゃあというところで、なんか随分ダラダラとこう、前置きを長くして申し訳ないんですけどもね、どういうものを気候的な発想、仏教の知恵の的な発想の幸せかっていうふうにですね、昔の人は考えたかというとですね、一言で言えば、ね、この巨大なですね、自然界の、まあ宇宙の、まあ、構造といいますかね、システムと言ってもいいんですけども、そういった自然界のシステムの中に完全に自分をフィットさせた状態に身を置くっていうことなんですね。さあ、ちょっとなんか難しい言い方ですよね。もう一回言うと、この自然界のね、システム、法則、仕組みに、まあ自分がですね、入り込んでしまうっていうことなんですね。まあそうなるためにですね、こう気候とか仏教的な修行、あるいは武術的な修行をしているっていうのが、この古の考え方になるんです。じゃあなんでそんなことをすると幸せになるのって今疑問に思いますよね。それの何が幸せなのという話になっちゃうんですよね。で、ちょっとこの話をするためには、
ちょっと何パターンかの説明が必要なんですけど、まず一つ目はですね、ちょっとこれは私の身体感覚になりますけど、そういう状態になった時の身体、それはメンタル面も含めた全身体はですね、幸せ感に包まれるんですよね。気候や武術の世界っていうのは物理法則、あるいはこのね、重力や地球や宇宙といったですね、あらゆる法則性にのっとった身体操作にどんどん近づけるのが根本的な練習内容ですし、方向性なんですよね。だから気候や武術あるいは仏教的な修行を深めていった人っていうのは、この自然法則の中の動きにどんどん近づいていくっていうことはフィットしていくってことになるんですよね。巨大な機械で言えばその機械の動きの流れの中に何ら反発せず抵抗せず自然とその一つの流れの中に溶け込むような部品となって入り込んでいく。そういうふうになれた時の身体感覚っていうのは一言で言えば幸せ感に全身が包まれるっていうことになってくるんです。これ私やったことないんだけども、例えばサーフィンっていうね、そのスポーツでもあり、娯楽でもあり、ね、いろんな競技がありますけども、サーフィンなんかは多分典型的かなと、つまり波に乗るというですね、極めて自然が作り出した動きに自分がうまく調和して乗るっていうことですよね。当然波だから、二度と同じ波は来ない。同じシチュエーションはない。そういう中で、ね、自分が乗るためには、その波に自分の身体を合わせるしかないわけですよね。呼吸もタイミングもバランスもね。でもおそらくそれがパッと乗れた時に、その波と一体化して、極めて心地のいいこれサーフィンがね好きな方とかやってる方なんか教えていただきたいですけどもね、おそらく自然と一体になった感覚、その時には多分言葉が言い表せないようなね、一体感、安心感、安定感、調和みたいなものがあるんだと思うんですよね。そういうものに、そういう今のサーフィンはね、私はやったことないんだけども、そういう一つの例ですけども、そういったですね、自然の法則性にうまく乗るというか、うまく合わせた時、人間っていうのは不思議な、幸せ感、あるいは安心感っていうものをね、得る生き物なんですよね。考えてみれば当たり前で、人間だって動物だし生物だしね、この46億年の歴史の中で地球に育まれた、宇宙に育まれたものなので、そもそも地球の一部、宇宙の一部と考えていいわけですよね。であるがゆえに、その法則性から絶対に逃れられない。どんなに一見科学が発達し、AI が発達してたところで、それらの科学や AI や機械も全ては物理法則、強いてはこの地球の自然界の法則にのっとって動いてるわけなんですよね。よくコンピューターとかね、そういう人間のテクノロジーと自然界を二つに分けて考える人が非常に多い、考えがちなんですけども、全てのテクノロジーは自然界の法則をうまく活用して、うまく利用して、ある種の機能をね、実現させてるに過ぎないので、自然界の一部なんですよね。そうすると全ての人間の営みも本来は自然界の法則性の中に乗っかっているものであって、コンピューターで言えば、例えばね、Windows のコンピューターだったら Windows の上にいろんなアプリケーションが動くとね、Mac だったらMacOS の上で動くようにですね、このあらゆるその自然界の法則の中で我々は生きてるわけなんですよね。なのでそこをですね、見失うとですね、おそらくその自然法則の中に入れない、つまり波に乗れてないサーファー、波から落ちてしまったりうまく波に乗れないサーファーのようにですね、やっぱりいろんなことはうまくいかなくなってくるんですよね。さて、それは実はですね、今、最初に冒頭に言った政治とかいろいろな社会の構造もそうでね、いろんな、例えば政治システムはね、古今東西からいろいろ考えられてきてですね、資本主義だとかですね、今自由資本主義とかいろいろ言いますし、社会主義、共産主義、いろんなね、言い方があったんだけども、結局その何々主義っていうのも、人間が考え出した、からくりと言いますか、理屈に過ぎないんですよね。どんなに何々主義をどんなに作ったところで、
その巨大な自然システムの中で起動する何々主義なんですよ。それがゆえに全ての何々主義と言われるものは未完成なのは当たり前なんですよね。いわゆる完全なるシステムがこの自然界のシステムだとしたら、その中で、人間が何か考え出したやり方、システムってのはやっぱりどっかに欠陥があるわけですから。そういう意味で私の政治的な考えでは、何をやったところで人間が完璧なそのシステムは絶対作れないわけですから、どんな主義を作ろうが、どんな社会システムを作ろうが、やっぱり、未完成、なもの、完全ではないものになる。だから政治の失策というか、失政は本質っていうのは昔からことわざでね、ありますけども、完璧な政治はなくて必ず何か欠陥があって政治は変わっていく。社会も変わっていくっていうのは、これは世の常になるんですね。そういった中で、このね、気候や、仏教的な、東洋的なね、発想は何をですね、最終的に求めているかっていうと、そういう主義主張は捨てて、個々の主義主張ってのは、やっぱり未完成だから、どこまで行ったところで、これをやっても何か不満が残る。これをやったところでまた次の課題が残るみたいに、必ず不完全なものってのはですね、昔の人は気づいてたんですね。だからこそ、そういう個のものを捨てて、外側のこの、いわゆる自然システム、宇宙システム、そういったものに融和する、調和する。調和っていうと対等な 50-50 っていうふうに考えられちゃうので、その仕組みの中にうまく入れさせてもらう。そういうですね、生き方こそが究極的な幸せだというところにね、なってくるんですよね。それがゆえにこの気候の世界とかは、この自然摂理をね、一生懸命勉強して、陰陽ね、陰陽思想だとかね、いろんな気のね、法則性だとかをいろいろ研究して、そこに自分の身体を合わせていく。自分側が無理やり作るのではなくて、自分がそういう摂理に合う体、もちろん考え方も含めてですよ。思想的なものも含めて、フィットさせていく。それがね、幸せの本質的なところになるんじゃないかななんていうふうにね、思っております。難しい話をしましたけど、私自身も実はこうしなきゃ、ああしなきゃっていうふうに考える時ももちろんありますし、なんかもっとこうした方がいいんじゃないかとかね、そういう主義主張的な考え方、あるいは何か実現しなきゃってあるんですけども、やっぱりそういう考えに取り込まれてる時ってね、どこまで行ってもね、自分の心がね、解放されない。晴れ晴れとしないんですね。で、逆にね、そういうものを一度もうどこかに置いちゃって、もうそれはもう無視してと言いますか、本当に捨てちゃってですね、で、一旦この自然の世界の中にね、気候やら武術をね、通してですね、溶け込むと、実はさっき考えたそういうことってのは、なんだ、それは自然界の中にすでにあるわとかね、いろんなことを気づけるんですよね。なので私のね、身体感覚からしてもね、実はそういう方向性の幸せってものがね、実はね、大切なんじゃないか。そして多くの、やっぱ現代社会ではね、忘れられた幸せの一つの定義の形なんじゃないかってね、ちょっと思っているんですね。はい。そんなわけでですね、よく最近言われるその自己実現とかね、自分の好きなことを実現すべきだ、やるべきだっていうのは、ちょっと気をつけていただきたい。今日のお話を聞いていただいた方はね、そっちに行くと、実は果てなき不満も山ほど出てくる可能性あります。好きなことをやりたいと思ったら、気候の世界では陰陽関係なので、必ず好きじゃないことと出会わなきゃいけないんですよ。好きなことをやりたい。自分のやりたいことだけやりたいって考えてしまうと、自分のやりたくないことといっぱい向き合うことになってきます。それがゆえに、本当にやりたいことをやってる人生にそれはなれるのっていう風になってきてしまって、本末転倒になる可能性もあるんじゃないかななんて思っております。はい。はい。というわけでね、今日はちょっとそんなアメリカ大統領選の前だったりとかね、日本もね、大きく政治が動いてる状況の中でね、人がどう今後ね、向かっていくのかということをね、ちょっと考えたいと思ってですね、今日こんな話をしてみました。いきなりね、それが、じゃあ明日からね、パッとそういう考えになれるかどうかは別にしてですね、もちろんその自分のなりたいものになるって考えも全然結構ですし、でも一方でね、いや、そういうものを全部かなぐり捨てて、自然界のシステムと溶け込んだ時に不思議な
安心感、幸福感ってもあるよってこともね、ちょっと覚えておいていただければ、嬉しいかなと思います。はい。というわけでね、今日は以上、気候や、武術、あるいはね、仏教的なね、このね、東洋的なね、思想から考えた幸せのあり方、本質性みたいなことをお話しさせていただきました。参考にしていただければ幸いです。はい。ではまた以上ね、次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。ごめんなさい。はい、さよなら。